ヤフオクで入手したアクセサリーを一つ一つ丁寧に見ていきます。はい、この中から一体何が出てくるのか。じゃーん、発掘スタート。どうも、ジャンク鉱山ラボです。本日はこちらです。はい、ではまずは重さを測っていきます。はい、じゃーん、1839g もあります。はい、およそ 1.8kg。今回も一体何が出てくるのか、結構重たいです。はい、では一つずつ見ていきましょう。まずはね、この袋を開けていきます。じゃーん、こんな感じ。はい、では、まずは一発目、一体何が出てくるでしょうか。一つずつ見ていきます。何が出るかな。はい、じゃーん、こんなね、大きな玉の、なんか見た目はね、でっかいね、南洋真珠みたいなんですけれども、こんな感じのね、ネックレスが出てきました。では、こちら、拡大して見ていきましょう。じゃん。はい。こんな感じのね、一粒が結構大きな、真珠みたいなね、玉がついています。そして、この玉の特徴は、こんな風にね、色が少し光をね、反射するのがとても強いのと、若干ね、緑とピンクの色合いがこんな感じでね、出ています。それと、この模様ですね、まるで真珠層のような模様が一玉一玉ね、何かしらこう形状も違うし、表面の構造もね、だいぶ一つ一つ特徴が違います。これなんか明らかに形違いますもんね。なので、これ大きなね、南洋真珠みたいなやつなのかなって今撮った時すぐ思ったんですけれども、その辺を詳しく見ていきたいと思います。あともう一つ特徴的なのはこの結び目です。一つ一つ玉の間に必ず結び目がある構造。これは真珠の中ではオールノットといって、よくね見かけるものなんですけれども、このノットがあるせいで、肝心のこの玉のね仕口の部分が非常に見づらいというところなんですが、もうちょっとね拡大して見ていこうと思います。はい、ズームしてみました。で、こんな感じでね拡大してはっきりね、もう糸のノットの、小さな繊維まで見えるんですが、このね仕口のところ、花の加工の仕方ですとか、あとはねこの内側にこの真珠層の厚みがね、見えたりとかはちょっと無理ですね。斜めにして若干こんな感じで、穴の加工の縁みたいなところがね持ち上がってるのが若干見えるかなというところです。はい、この辺りです。はい、この縁がね盛り上がっているんですけれども、真珠の場合はこの辺の加工の精度がとても高くて綺麗な穴が開いています。なのでちょっとこれ真珠じゃないんじゃないかなという、この仕口の穴の加工の仕方から判断をするのが一つと、あと表面のこの色ですね。この今光が当たったところが白くなってるんですけれども、緑色の反射光のようなものが見えるのと、ピンク色の反射光、
このね、二重構造がずーっと玉を回転させながらでも、続く均一なね、表面の加工の、模様みたいなのもずーっと同じように見えます。で、このところどころ青く今映ってしまっているのは私の手袋なんですけれども、このね、表面の特徴からも、これは非常によくできた、模造真珠、フェイクパールと呼ばれるものなのかなと思います。はい。で、金具の方も見ていきましょう。金具はね、なんか、キラキラしたのがついてる綺麗なやつなんですね。これ今ね、金具についている小さな石を拡大したところです。ライスストーンみたいなのがついてますね。これがなんかたくさんついてる玉状の金具なんですね。これも一体何なのかと思ったんですけれども、この爪の部分が閉じていない。つまり石をね、止めるのに爪を使って物理的に支えてるんではなくて、あくまで接着剤で接着しているっていう構造から、いわゆるね、貴金属のようなものの作りと違うんじゃないかなと思います。特に素材を示すような刻印もありませんでした。はい。なので、結構ね、いい感じの作りはしてるんですけれども、模造真珠、フェイクパールのようなお品物ということになります。はい。全体的にこう見るとね、こんな感じなんです。はい、じゃーん。いい感じの、この、なんというか、天然由来のようなね、作りを、再現してるんでしょうね。もこもこした形。そして、大きささえもね、微妙に違うので、結構ね、これは面白いかなと思います。はい。そんな感じの、ネックレスでした。では、次行ってみましょう。次は何が出てくるかな。じゃーん、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 じゃーん。どれにしようかな。これにしよう。じゃーん。はい。なんでしょうか、これ。こんな感じのね、なんか、わかんない。ビーズなのか何なのか。ちっちゃいのがいっぱいついている。これ、留め具がついているので、ブローチです。はい、こちらも見ていきましょう。じゃーん。はい、なんかね、かなり拡大してみた方が面白いやつですね。小さなね、組紐みたいに編んでありますね。ここですね。このね、細かいね、小さな、これね、巻いてあるんですよね。一本一本の糸に、さらにね、このキンキラの、細かいね、箔みたいな、非常に薄いものを巻いています。で、実際和装品の小物で、金糸ってね、卵じゃないですけども、実際にすごい薄い金を使ってるものも中にはあります。そのね、構造に似ているんですけれども、ただ今回はね、色が、かなりカラフルなので、そういった金のようなものではないと思うんですけども、細かいね、組紐のような作りをしています。はい。素材を示すような刻印は特にありませんでした。はい。そんな感じのね、ブローチです。では、次行ってみましょう。じゃあ、次は何が出てくるのか。はい。じゃあ、こちら行ってみましょう。じゃあ、なんか長いです。はい、長いの出てきました。こちらです。なんかキラキラしてますね。はい。こちらも見ていきましょう。じゃーん。はい。これ、あれですね。よく見かける、人工的な素材なんですけれども、なんかキラキラした石ですね。ヤフオクでこうまとめてね、山のようなアクセサリーを買ってこうやって毎回見てると、このキラキラのね、なんかよくわかんない石がよく出てきます。これもよく見るやつですね。で、特徴的なのはこの
留め具ですね。留め具がなんか変な輪っかみたいになってるんですね。で、これはね、メガネを普段してる人だったら、まあ、気づくかなというやつです。これね、メガネのこのテンプルのところにくっつけて、こうやってメガネ、落っことさないようにするやつだと思います。はい。こういうね、微妙に、まあ、ネックレスに似てるんですけれども、まあ、微妙に用途が違う。そんな、お品物でした。では次行ってみましょう。次は何かなあ、じゃあ、なんかこれ、これあれですね。じゃん。ヘリ巻きトカゲです。ヘリ巻きトカゲのところに、このちっちゃいね、ちょっとパールっぽいのがついてて、これがね、ピンになってるんですね。この先端ですね。これを外すととんがってて、まあ、なんかにこうぶっ刺す。ハットピンみたいなやつかな。帽子にこうつけるね、やつか。まあ、あとはブローチとはまたちょっと違う。はい、そんなようなお品物です。はい、ではこちら、じゃあ、引っかかった。はい、じゃあ、このルーペで見てみましょう。はい、どうでしょうか。このね、なんか綺麗なね、キラキラした石を、まあ、この宝石用のルーペ10倍拡大なんですけどね、こんな感じで確認することができます。この綺麗なね、変化する色、これをね、有色効果ってオパールだったりすると言うんですけれども、これをね、拡大して見ていきます。さらに拡大できるのはやっぱりね、スマホのマクロレンズが、いいかなと。お手軽でいいかなと思ってるんですが、はい、こんな感じです。はい、とっても綺麗です。キラキラです。これギューって拡大すると、このね、中のオパールの独特な色が見えます。このオパールなんですけれども、実際ね、これが、まあ、オパールの、いわゆる合成石だったり、まあ、模造石みたいなものの可能性はね、非常に高いんですけれども、オパールの場合は、貼り合わせ石って言って、まあ、二重三重にね、こう重ねて、まあ、砕けてしまった小さなものを集めてギュッてしたものを、まあ、作ったものもあるので、いろいろ種類は多い方なんですけれども、これはね、ちょっとわかんないですね。こうね、横にしてみると、ちょっと見えちゃってますね。これ多分貼り合わせかなんかだと思います。この縁の今ピンセット入ってますね。はい、こんな感じでね、まあ、ちょっとね、うっすらなんですけれども、この半透明の白っぽいところとこの奥の中がね、多分黒くなってますね。これダブレットとかトリプレットっていうやつも、まあ、貼り合わせた石の下側が黒くなってるとこが見えてるんだと思います。はい。なので、まあ、貼り合わせ石か、またはこういったなんか人工的に作ったね、ものなんじゃないかなと思われます。ただ、この加工はね、結構綺麗です。はい。この襟巻きトカゲのね、まあ、顔がかなりね、精巧に再現されています。これね、トカゲの、開いてるところですね。はい、そんな感じの色は金色なんですけれども、素材を示すね、刻印は見当たりませんでした。はい。多分ね、オーストラリアのお土産なんじゃないかなと思います。はい。そんな、ハットピンでした。では次行ってみましょう。次は何かじゃあこれ行ってみよう。じゃーん。はい、じゃーん。こんな感じの、なんか、ビーズかなんかのネックレスです。金具のところにね、なんか、いい感じのこの黒っぽい、まるでシルバーみたいな、この黒くなった感じが見えるんですけど、拡大して見ていきましょう。はい。
こちらです。これね、多分普通のビーズですね。黒い小さなビーズがこう2連、3連、4連かな。こう通っています。で、肝心のね、金具なんですけれども、見た感じね、こうちょっと黒くなってて、ちょっとシルバーなのかなって思ったんですけれども、特に刻印らしきものはね、見当たりません。なので、真鍮とか、若干ね、よく見ると黄色っぽくね、見えてたりもします。端っこのね、削れちゃってるところなんかちょっと黄色っぽくなってますので、普通の真鍮ベースの金具なのかなと思います。はい、そんな感じのね、こういうネックレスでした。はい、では次行ってみましょう。次は何か。なんだこれ。中にね、なんか玉が入ってて、こうくる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 回ってますね。これは、はい、こんな感じの玉がついたね、ネックレスです。はい。では、こちらも見ていきましょう。この玉が一体何なのか。これあれですね。多分、ジャスパーの、天然石かなと思います。ジャスパーのね、特徴的なこの赤いね、色と、あと、このところどころ見られる、この黒い天井のこんな感じのね、内包物というか、表面に見えているものなんですけど、これがちょっとジャスパーの特徴にね、とっても似ています。正しくはね、取り出して鑑別しないとわかんないんですけれども、私はジャスパーなんじゃないかなと思っています。はい。で、このチェーンの方ですね、黄色のチェーンの方と、それから、このペンダントトップ、ペンダントトップの缶と呼ばれるパーツですね、ここにね、なんか書いてありますね。はい、素材を示すような刻印が見られます。なんて書いてあるのかな。これ逆だ。ちょっと逆になっちゃってますね。こっち向きからもう一度撮ってみますね。はい、なんか書いてありますね。どうだろうな。ちょっと見づらいんですけれども、もうちょっと拡大して。これはスターリングって書いてありますね。スターリング刻印は銀の場合が多いです。925、シルバー925とかで取れたりするので、こちらね、このペンダントトップの金具はどうやらシルバーの可能性が非常に高そうです。なのでね、このチェーンの方もなんか書いてあるかなと思って今見ているんですが、この引き輪にはね、何も書いてありません。おそらくですね、トップだけがこういうシルバー系の金具が使われていて、このチェーンの方は普通のメッキ製品なのかなと思われます。チェーンもね、普通にこうやって使えると思うんですけれども、今回はですね、いつもやっているこちら。じゃあ、このね、綿棒の空き箱にシルバー、銀が取れるかもしれないパーツということで、取っておきます。はい。では次行ってみましょう。次は何か。なんかカラフルなのが出てきました。結構ね、ゴツゴツの割と大きめのなんか石がちょっと重たい感じのね、マルチなカラーのネックレスです。はい。ではこちらも見ていきましょう。はい。じゃーん。こちらね、サイズ測るときのゲージ。ノギスですね。これでざっくりね、大きさを見ていきます。みんな大きさ違うんですけれども、比較的大きなもので、
ざっくりなんですけれども、まあ、だいたいですね、20ミリぐらいあるのかな。20ミリ、21ミリぐらい大きなもので、そのぐらいの、長さ、全長ですね、あります。はい、ではこちら、拡大して見ていきましょう。はい、これね、みんな大好き、おなじみの、この繊維状の模様ね、光の加減でとっても綺麗なんですけれども、こちら、おそらくね、タイガーアイと呼ばれるトラメ石なんじゃないかなと思います。よく出てくるので、見ているとね、この細かい繊維状の模様の特徴を、覚えることができます。はい、でこの次、この緑は何でしょうね。アベンチュリンなのか、何なのかわかんないです。で、このオレンジ色のは、よくね、見かけるんですけれども、目のなんか石っぽいなと思います。はい、このちょっとピンクがかったちっこいのは、なんかローズクォーツっぽいやつですね。で、紫。はい、紫はどうなんでしょう。なんかね、独特な細かい内包物がたくさん見られるんですけれども、これちょっとわかんないですね。最初アメジストなのかなと思ったんですけれども、ちょっとわかんないや。はい、そんな感じのね、天然石と思われる石がたくさんついたね、マルチカラーのネックレスなんですけれども、この金具ですね。留め具の方に素材を示す刻印が見られます。はい、ではこちらを見ていきましょう。あった。見てください。これ一応シルバーって書いてありますね。はい、いろんなパターンがあるんですけれども、これはなんか S が大きいシルバーです。これひっくり返すとですね、これもよく見かけるパターンなんですけれども、表面がこうタガネで切ってあってね、模様が入ってる彫金加工がされたね、金具です。これは銀結構取れるっぽいやつですね。断定はちょっとやってみないとわかんないんですけれども、はい。なので、ちょっと石が重い割には金具は小さいんですけれども、一応ね、分類としてはこのシルバーの箱に入れておきます。では次行ってみましょう。次は何かな。はい、じゃーん。この黒い石に赤いね、ちょっと模様がついてて、さっきのね、このジャスパーの玉なのかなと、この同じね、ジャンルの石なのかなと思ったんですけれどもね、これも拡大してみていきましょう。黒い石に赤い模様が見られるんですが、こうやってね、ひっくり返すと、裏側ね、途中から何もなかったりします。なので、この表面の赤いのは、ジャスパーみたいにね、石が入ってるんではなくて、ここだけ色を塗ってあるのかな、みたいな作りになってますね。これは何かしらの石なんでしょうけれども、ここちょっと割れちゃってますね。ここ割れちゃってる。こんな感じです。はい。断面見た方が、もしかしたら分かりやすいのかな。なんか黒曜石みたいなね、表面ちょっと光ってるような断面なんですけれども、なんかね、石は石なんだけど、この表面のこの色合いは、なんか作ったものなのかなという印象です。あとちょっとこれ割れちゃってるという、そんな状態です。はい、では次行ってみましょう。次は一体何が出てくるかな。じゃあこちらじゃーん。これね、バングルですね。ここになんかちっちゃな石がついています。あと、これ取れるのかな。取れましたね。はい。
ちょっとちっちゃいかな。こんな感じの、はい、バングルです。はい、こちらも拡大して見ていきましょう。こんな感じでね、ちっちゃい石がね、いっぱいついてます。見た感じね、この爪でなんかちゃんと留めているような構造をしていますね。はい。で、素材を示すような刻印がないのか、裏側をね、全部こうぐるっと見てみるんですけれども、特にね、何かわかるようなものはついていません。はい。なんかね、名前らしきものが書いてあるんですね。メーカー、ブランドメーカー、ちょっとわかんないんですけど、なんか書いてありますが、素材の方はわかんないです。で、持った感じは結構軽いので、まあ、こちら。はい。じゃあ、おなじみのね、この超強力なネオジム磁石で、磁石がつくのかどうかをやってみましょう。あれ？全然つきませんね。ということは磁石がつかない素材なんですが、なんとなくなんですけどステンレスっぽい。ただこの石のね留めてあるところは結構ね丁寧に作ってある方だとは思います。はい、では次行ってみましょう。次は何かな。じゃーんじゃーんじゃーん。うわ、いっぱいあるからね、どれを見たらいいかわかんないし、絡まってますね。絡まっている、こちら。じゃじゃーん。はい。なんか、パワーストーンみたいなね、ブレスレット出てきたんですけど、まあこれいつもね、バーンって切れちゃうんで、慎重にちょっと、そーっと。はい、こんな感じです。じゃーん。なんかね、綺麗なね、いい感じで揃ってるというか、こう組んであるやつですね。しかもこの白い玉が、なんかね、真珠っぽいです。はい、ではこちら見ていきましょう。はい、拡大すると、こんな感じで、はい、今このカットされたね、綺麗な石が見えています。結構綺麗ですね。水晶なのか、ガラスなのか、ちょっとわかりません。あとこの青い石ね。青い石もね、こうギューッと拡大すると、小さなね、この青の中に黒っぽかったり白っぽかったり、まあ、灰色のね、パイライトの、ちっちゃい結晶なのか何なのかわかんないんですけども、ラピスラズリっぽいね、青い石がついています。そしてさらに進めると、はい、こちら、縞状の模様がうっすら見える。これもね、メノの仲間なのかなというのがあって、あとこの紫ね、なんでしょう、綺麗なのがついてます。で、この白いやつなんですけど、この丸いね、白い玉が、私はね、淡水真珠みたいな真珠なんじゃないかなと思っています。こんな感じでね、先ほどルーペで見たときに、真珠の特徴になりそうなものがね、見られたんですが、撮影するとこんな感じです。はい。結構ね、素材感はいいんじゃないかなと思っています。はい。そんな感じのパワーストーンみたいなブレスレットでした。では次行ってみましょう。次は何か、こんな感じの金色の玉がね、ついたネックレスです。はい、こちら金色の玉がついてます。過去にね、ネックレスのこの
パワーストーンみたいな玉の間にね、ついてた金色の玉が実は金だったということがあったので、今回ちょっと大きいんでね、どうなのかなと思うんですけれども、見ていきたいと思います。はい。こちら、こんなね、緑色のマーブル模様のね、玉がいっぱいついています。こちら、見た感じの特徴は、クジャク石に似ているのかなという印象ですね。で、ここにね、金色の玉がついて、こっちにね、ちょっと大きいのついてるんですね。間になんかついていて、結構ね、この、クジャク石の方もこんな感じで、天然由来と思われるね、模様がしっかりついているので、ちょっとね、この玉をいっぱい、金色の玉はね、本当にゴールドなんじゃないか確認して見ていきたいと思います。はい。ではちょっとルーペの方で、見させていただいてですね。ここのね、金色の留め具ですね。金具の方はこんな感じで、特にね、素材を示すような刻印はありませんでした。で、問題のこの金具ね、この部分の、これもね、この穴が開いてる仕口のところをね、よく見ていくとわかるんですが、ちょっとね、このカメラで見て、はい。なんとなくね、穴の周り、銀色になっちゃってるんじゃないかなと、見えると思うんですね。ここですね、メッキが剥げてしまってるんではないかと思われる場所が、はい、この玉のね、穴を開けたところの周辺、ここが一番擦れちゃうんで、見ると、このワイヤーのところの、当たってるところとか、この周辺ですね、外側の綺麗な金色と、全然違います。なので、残念なんですけれども、既製品ということで、ただこの緑色のね、玉が結構綺麗だし、あとなんか天然石らしきものもついている。はい、そんな感じのネックレスでした。では、次行ってみましょう。次は何かな。なんか絡まっちゃってるけれども、これ見てみたいな。なんかいろんな石がついてますね、ここに。見てみたいけど、絡まっちゃってるんで、そんな時はですね、素直にこのクラスプパーツを外して、無理に引っ張らないで取り出していきましょう。はい、じゃあ、なんかこれ、また引っ掛けた。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、じゃあ、なんかね、キラキラのがいっぱいついているネックレスです。はい、こちら見ていきましょう。じゃん、こんな感じです。はい、小さなね、カラフルな色の石がいっぱいついてます。そして透明のね、クォーツっぽいのがついているんですけれども、もうちょっとね、拡大して見ることで、自然の天然由来のね、内包物なのか、それともガラス玉なのか、少しでもね、自分で、発見して何か判断のね、基準になるものがあればいいんですけれども、拡大してみていきましょう。はい。この透明のね、カットされた石は、ちょっと内包物っぽいものは、透明感があってね、見つけづらいというか見つからないです。ですが、この色のついた石ね、もうちょっと拡大してみると、こんな感じで、中ね、内包物が一つ一つ見られますね。はい、この青い玉なんか何なんでしょうね。
はい、結構綺麗です。こちらもですね、緑色、そして若干ピンクがかったね、結構カットがね、鋭い感じの石がたくさんついています。何なのかなと思うんですけれども、一応ね、Google レンズで確認してみます。はい。Google レンズで見ると、この小さなね、色のついた石は、どうもトルマリンじゃないかって出てきます。たくさんね、トルマリンが出てくる、販売してるページとかね、そういうのが出てきて、見た目の特徴なんかも比べてみたんですけれども、なんかトルマリンっぽいですね。はい。トルマリンの、由来っていうのが多彩な色の石ということなので、その通りにこの綺麗なね、いろんな色の石がついています。このね、石の中の内包物なんかを見る限りは天然由来のものなんじゃないかなと思われるんですが、正確には宝石の鑑別を取る必要があります。はい、そんな感じの、独特な石なんですけれども、こちら金具の方にね、素材を示す刻印があったので、そちらも見ていきます。じゃーん。はい、こちら G ドットシルバーとなっています。はい、この G シルバーよくね出てくるんですけれども、この G がついてると大体金が取れないことが多いというかほとんどなんですね。はい、そういったこんなね綺麗なネックレスでした。では次行ってみましょう。次は何か違う感じの指輪とか金とかないです。なんだこれ、じゃーん、でかい。そして硬い。これは入りました。これね、バングルは結構無理に入れたら危ないんで、ぜひね、ご視聴いただいてる皆さんは、慎重にね、ちょっと入りそうもなかったらやめちゃった方がいいです。取れなくなると危ないので、私は結構ね、手首と手がね、小さいので、結構自信あったんでやったんですけれども、はい、こんな感じの、この光の加減でね、うっすらこの透けてる感がね、ちゃんとある。なんだろうな、これも天然石を削り出したバングルなんじゃないかなと思っているんですが、結構ね、外国の中国の映画とかでこういうのね、つけてる人出てきますよね。はい、これを見ていきましょう。はい、とっても綺麗です。触った感じも、なんか天然石っぽいね。熱の伝わり方が違います。はい、プラスチックとかだとやっぱ持った感じ違うんですけれども、これはなんか音もね、硬そうで石っぽいんですが、ガラスとかでも似たようなね、ものは作ろうと思えば作れると思うんですけれども、ガラスの場合は、だいたいね、拡大の検査を、慎重に続けていければ、どっかでね、気泡が必ず見られます。気泡は、なんていうんですかね、結構たくさんあるんで、見やすいというか、発見できるはずなんですね。なのでそれを探してみましょう。はい、こんな感じで、光をね当てて逆光で撮ると、透けてね中の感じが見えて、石のこの色とか模様が見えます。この中でですね、気泡ガラスの気泡みたいなのが、あるかなと思って探してるんですけど、ちょっと見当たらない感じですね。中にね、拡大するとガラスの場合は気泡が
簡単に使ったりするんですが、どうもこちらにはそういったね気泡のようなものはなさそうです。はい、こちらも素材の方をね確定するには鑑別屋さんに出して、結果を確認する必要があります。はい、そんなバングルでした。では次行ってみましょう。次は何かな。あ、またなんか独特だね。石がついた。こちらはですね、ちょっと絡まっちゃってますけれども、紐がこんな感じで、ついてまして、なんか刻印ある。なんでしょうね。ここに今結構離れた位置から、肉眼で見てるんですけど、なんか刻印らしきものが見えましたね。はい。で、こんな感じで、ループタイだと思います。じゃあ、こちら見ていきましょう。じゃん。はい、すごいこれ綺麗ですね。この、なんていうんですかね、模様がもう独特。あれこれ、クジャク石もこんな感じのね、模様出るんですよ。緑色のやつね。だけどこれは似てるんだけど、色がね、赤いんですね。これもね、ちょっと、Google 先生に聞いてみたいと思います。はい。こちら、Google レンズだと、モスアゲートじゃないかっていう風に出ます。はい。ちょっとこの感じはなんか、クジャク石が緑色がなんか赤くなったような感じに見えるんですけれども、ところどころですね、微妙にこの緑色も入ってるんですね。モスアゲート、コケメノウと呼ばれるメノウの仲間なんですけれども、過去に何度もモスアゲート出てきてます。その特徴とはまた違うような感じなんですけれども、その辺どうなんでしょうか。この辺もね、ちゃんと鑑別取ってみないと、なんともわかりません。裏返してみたところですね、はい、刻印がありました。はい、K18GF ってなってます。はい、GF 刻印はゴールドフィールドなので、メッキ製品になります。はい、でも石の方なんか面白そうです。こんな感じのループタイでした。はい、では次行ってみましょう。次は何か。おにゃ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 。じゃあ緑色。じゃあネックレスが出てきたんですけど、これもねまたここに金色の玉がついてるんですね。はい、これちょっとね先に見ていこうと思います。いい感じなんですけれども、金色の玉がねちょっと色が変わっちゃってますね。はい、こんな感じです。この玉のところをずっと拡大すると、こんな感じでね、微妙にね、色合いがやっぱね、下地が出ているような銀色っぽいね、色が見えちゃってますね。なので、金色の、玉は金でできているというわけではなさそうです。はい。でこの石ね、緑色の石はこう天然由来のねなんか内包物ですとか、形が全部違うとかそういう特徴が見られます。なのでね、これベリドットみたいなやつなのかな。はい、金具の方はねくるくる回すタイプで結構古そうですね。はい、そんな感じの緑色のネックレスでした。
はい。ということで、本日もちょっとお時間の方になってしまいました。残りね、まだ結構ね、ずっしりあるので、まだまだね、何か、この辺なんかもまた黄色のね、玉がついているので、ちょっとね、気になっているところなんですけれども、とりあえずね、ここで一旦終了となります。ではね、今日のね、この仕上がり具合というか、出来上がったね、この一つ一つ検品したものを、はい、おさらいしていきます。では、こちらですね。じゃあ、こんな感じで。はい、結構ね、キラキラでした。で、やっぱりね、気になったのがこの変なね、ホケメノなのかなっていうやつですね。まあ、メノの仲間だとは思うんですけれども、なんか、こっちのね、緑色の、あれ、どれだ、あ、これか。この緑色のやつがクジャク石っていうやつだと思うんですよね。で、クジャク石もでっかいやつを見るとね、こんな感じでぐるぐるのね、模様になってるんで、まあ、その辺似てるなとかって思ったんですけれども、わかりませんでした。であとはこっちね、このトルマリンのようなやつが、まあ、すげえ綺麗だなと思いました。はい、こんな感じで。あともう一個ね、これありましたね。この、いかにも、まあ、なんか真珠のね、特徴をうまくね、なんか再現してるんじゃないかなという、この模造真珠も、なんかね、ちょっと気になるお品物でした。今後もこんな感じの動画を作っていきます。もしよかったと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。